ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いいな、売れてるな、これ売れてるぞ。あれは兄ちゃんかな。お菓子売り場にいる。隅っこ何してんの。何してんの。びっくりした、お前いきなり話しかけんなよ。いやごめん、何してんのそれ。お前花火作ったりよ、本屋さんをやろうとしたりよ、紆余曲折あったけどよ、今回新しくお菓子製造の事業を始めました。今日初めて売り出したんだよ。お、すごいじゃん。いや、お菓子は見えそうだね。どんなお菓子。見えて、お前ピーナッツをよチョコでコーティングしたシンプルなお菓子なんだな。まだこれだけでもうめえんだけどよ、お子さんにも手取ってほしいからよ、お楽しみ要素として、数十個に一つ銀の剣太、数百個に一つ金の剣太、シールをつけてそれを集めて応募するキャンペーンもやろうと思ってんだ。新しいだろ。ない、もうあります。それチョコボールです。マジかよ。マジかよ。チョコボールはね、エンゼルを集めるとおもちゃ缶もあるんだよ。なんかそういうのはやってない。その集めるとあるよ。なんだと思う。お前プロテイン缶だよお前。いや、それ子供に嬉しいだろお前。いや、子供にね、寄り添ったものにしないと。めちゃくちゃ寄り添って、お前タンパク大事だぞお前。子供はまずは食事からタンパクを取ることが大事なんじゃないの。だよ、プロテイン取るお前。いや、まあじゃあ考えようじゃあ、じゃあだからじゃあ考える前に一緒に考えてくれるのか。だから景気づけにね、掛け声教えてもらったら、じゃあ考える。しょうがねえな。じゃあ今日も教えてやるよ。陽介、今日の掛け声はこれだ。おおううあういうおおうあういう分かったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるんじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。チョコボール臭すぎる。パイヤマサラカ。スパイヤマサラカ。それ飲みすぎ。いや、飲んでないんだよ。スパイヤマサラカ。スパイヤのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのマサラカをお送りしていきます。分かってんのよ。どういうこと？当てていい？いいんだよ、当てても。チョコボール、うますぎる。正解。いや、正解だよ。でもさ、もう出ちゃうよね。何が？なんで当てなかったの？いや、出ちゃうよね。そんなにシーンシーン姉ちゃんにしてほしくなかったの？出ちゃうのよ。何が？当てたくない自分とどういうこと？当てたい自分だ。ね、当てていいんだよね、これね。戦いがあるの。なんで当てないの？これ当てないと永遠ボインボイン兄ちゃんだよ。ボインボイン兄ちゃんでいいじゃん。シーンシーン姉ちゃん出てこれないじゃん。シーンシーン姉ちゃん、結局ボインボイン兄ちゃんが追っかけてくるじゃん。結局。まあそうだね。そうということで、今日はキョロちゃんの日。おお、そうなんだ。森永製菓から出ているロングセラーお菓子チョコボール、今日はそのチョコボールのパッケージに書かれているキャラクター、キョロちゃんの記念日になってます。なるほどね。チョコボールといえば金のエンゼル、銀のエンゼルですが、森永からは正式な確率は出ておらず、インターネット上では金のエンゼルは500個に1個入ってるんじゃないか、いや1000個に1個じゃないかと憶測を呼んでます。なるほどね。これね、金のエンゼルはマジで俺は都市伝説だと思ってるんで。でもヒカキンさんが10年前に当ててんの？チョコボール100箱開封して金のエンゼルを狙うっていう動画をアップして。それどうなったんだろう結果。いや、それは100個じゃ無理っすよね多分。結構確率低いっすよね100個でも、今の話だと。ヒカルさんはね、1000個買って調査してみた。おお、それ結果どうなった？いや、もうだるみんな見てくれってことだね。いや本当に銀はたまに見かけたんすよ。それは銀のエンゼルはあれを開けたら、当たりか外れかが分かるってこと。要は箱に要は書いてあるんですよね。でそれを
送れば森永さんに送れば、うん、届けてもらえるって。あれ結果どうだった？抽選っていうか当たるんでしたっけあれって。あ、絶対にもらえるのか、なるほどね。エンゼルを見たことない。てか食べてないからチョコボールだってこれずっとやってますよね昔から。金のエンゼル銀のエンゼルは。でもさ、うん、この金銀エンゼルちゃんは、うん、キョロちゃんじゃないの？いやそう、まあそうなんだけどそうなんだけど金のキョロちゃんと銀のキョロちゃんってことでしょ、なんでそういうさそのエンゼルは何なの？知らんよ俺ももう分からん。お便りいきましょうラジオネームはやってぃさん。はい、ありがとうございます。安木さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。先日のワイルドパンチ、はい、熊本から参戦してきました、はい、ワンマンは過去何度か参戦していましたが、はい、フェスで見るのは初めてでした。今までないぐらい激しい盛り上がりだったのと、メインステージでいいじゃないかってくらいお客さんで溢れてたのでとても嬉しかったです。初スパイア参戦の友人も圧倒されてましたが生で見れて喜んでいました。フェス後無事コロナにかかり今週は2日しか働いておりません。お二人は体調管理大丈夫でしたか？現在は回復しましたがなかなか気分が上がらないので、テンションと免疫力を高めるために、リバースをリクエストします。なるほどなるほど。かかってないですね。体調はすこぶるいいですけどね、はい、みんないいですけどね。ただ某ベーシストさんがね、なんかやられてましたねワイルドバンチの熱でやられてましたね。もう一回いきましょう、はい、ラジオネーム Q2。はい、ありがとうございます。洋介さん、ケントさん、こんばんは。8月31日行われたアニメロサマーライブ2025サンクスデイ3に参加しました。はい、ありがとうございます。後半戦トップバッターでの出番でしたが、サイリウムを光らせての登場でファンの心を一気に掴んだように感じました。私も大先行 UO を1袋25本入り準備してたのですが、この日のうちに全て使い切ってしまうくらい白熱の一日になりました。オレンジでの3万人の景色もしっかり目に焼き付けてきました。ありがとうございます。アニサマ3日間で唯一初出場のアーティストでしたが、20回のアニサマの歴史にスパイアと披露されたアニメソングが刻まれたこともとても嬉しかったです。共演者もおそらく初めましての方がほとんどだったと思われますが、ステージ裏でのエピソードなどあればお聞きしたいです。いや、めちゃくちゃ盛り上がったし、やっぱこうアニメの熱量すごいね、アニメのっていうかアニソンのが、だからすごいやっぱりいい文化というか、すごくこう素敵なね、なんか俺らのライブでもなんかこの UO、ちょっと場合によっては欲しいよね。だからあれよね、そのさ UO ってさ UO、なんかウルトラオレンジだったかな、確か調べたら、その要はサイリウムをパキンって折って、その大閃光っていう、すごい時間は短いんだけど、めちゃくちゃ高度の高い光るっていうのがあるんだって、でそれってこのアニソンのああいう文化では、その光の量で自分のこの上がってる度数を表すんだって。あんなブンブン回すんだ。そうもうビッカビカに光るやつをこの上げるってことは、折るっていうことは、もう俺は今このぐらいテンション上がってるぜっていう意思なんだって、あれは。なんだけど、通常ライブって照明とかあるじゃん。ある。でそこで俺は大興奮してますってもう高度の高いやつをビカーって光らせると、要は演出の妨げになってしまうとまあね。そうだから、要はあれはダメですって言われてたりとか、サイリウムはつけないでくださいって言われてるし、でかつロックのライブだと、ワンチャンモッシュダイブが起こってしまったり、何かした時にそういうものを持ってると怪我をする、だから基本はダメだ、っていうなんかね、いろんな文化があって、でやっぱああいうフェスでいいですよって言われてるところは、やっぱあの人たちの多分ものすごいこうなんかホームになり得る、で光で表現していいっていう、ただその分ロックフェスみたいに暴れたりすると、速攻を止められるみたいなっていうような文化があるんだ。ロックフェスはどっちかっていうとさ、じゃあベガスのイベントとか稀なんだ。あれはもうベガスのイベントは多分ロックも好きだしアニソンも好きだし、ああいう光を焚くのも好きだしみたいな、もうこういうこと全部一緒にできるイベントはないのかっていうので、多分ベガスが作ったんだと思う。ないから、でかつベガスのみんなもさアニメ大好きだし、アニソン大好きじゃん。そうだからそういうのを融合させたいっていう彼らの思いであそこができてるんだと思う。そういうことね。だから多分俺らが文化のなんか知らずにいいんじゃないやってよって言っちゃうと、多分それはそれで違うんだね。違くなっちゃうんだと思う。多分なるほど。そうそうだからそれで多分苦肉の策で作り出されたのが、俺はそう思ってるんだけど、スマホでライトを照らす、あれ唯一多分この
要はアーティスト側が投げかけた時にお客さんができるもの、で基本はもうやっぱ光り物って嫌われるから、やっぱ演出側としてはそうだからむずいよね、その辺のなんか意図とまあねそうマッチするかしないかっていうのはめちゃくちゃ難しいから、でもやっぱあそこでこう許容されてるところでもう多分俺らのオレンジが流れた時にその UO なる、大先行の UO なるものがたかれたっていうのはあれだから僕らにとってはすごく光栄なこと、なるほど、だったっていうことですね。まあいい嬉しかったですね。あの景色は本当にいい思い出になりましたね。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でパサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアで Bring the Beat Back でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。Ini tentang seorang teman。何このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。当てれるかな。東南アジアでしょ。おーすごい。なんとなくねあそこタイ。ようやく合ってないですインドネシア語です。それ分からん分からんよいやタイも行こうとしたの、タイは多分分かるなと思って、分からんよ分かるよはい、お便りいただいてます。はい、ありがとうございます。ラジオネームりゃんさん、ありがとうございます。陽介さん、ケンテさん、こんばんは。こんばんは。これは私の友達がまだ JK だった頃の話。彼女は彼氏とデートに行きました。デートはとても楽しく、あっという間に夜になりました。彼氏は優しかったので私を家まで送ってくれ、いよいよお別れの時、帰るのが惜しくなった彼女は、まだ帰りたくないな、ずっと一緒にいたいねみたいなことを猫なで声で言って家のちょっと前でイチャイチャ、すると近所のコンビニに買い出しに行く母と遭遇、家ではこんな態度をすることがない彼女は、やば、見られたよね、絶対に見られたよねと心臓がバクバクし、消えたくなるほど恥ずかしかったそうです。終わっちゃった。お便りどうなったの？気づかれてたの？これはまあでもこれは気づかれてます。気づかれてます。はい、嬉しかったんじゃない？お母さんも家でこんな態度することないのに、ちゃんと恋愛心があって、ちゃんとお付き合いしてる彼氏がいて、でよかったんじゃない？確かにいい話じゃん。まあそれはね、親としてはね、まあいいですよね。これはなかなかこう JK ならではというか、そのお友達にも末永く、まあでも JK だった頃の話か。この時の彼氏はどうなってんだろうね。もう別れたでしょわかんない。今が大学生だったらまだわかんない。そっか。でも偉い、なんか偉いね。ちゃんとこう家の前でお別れしてるのが偉いね。いやだから彼氏偉いですね。送ってってね。どうやってお家に入ろうかしか考えないじゃん。お前猿かよ入れないでしょ、まず親がいる時点で。いやほらいろいろあるじゃん、親のスケジュールとかもさ。でもそもそも無理じゃん。もう夜帰るっていうのはまあね、もう親がいるっていうのは多分伝えてあるだろうしなんで猿って言うんだよ。猿でしょそれは。だいぶ猿でしょ。なんでただお家に行って入りたいだけかもよ。そんなもんやること一つしかないじゃん。いや一緒にゲームするとか。ないいいですね。いい話ですわこれは。母にはもう聞けないのかな。ね、母にちょっと聞いてね。あの時見てなかったのとか。そう、これちょっと答え合わせしたいですね。答え合わせしたい案件です。ぜひこれ気づかれてたのか気づかれてなかったのか今聞いてほしいね。今。確かに今聞いて。今これはどうだったのか聞いてほしいです。リャンさんの友達ね。そう、リャンさんの友達に聞いてくださいって言っておいてください。続いてラジオネームなおさん。はい。お二人はこんなところでこんな人に会うなんてという経験はありますか？これは友達の20年くらい前の話です。その当時東京で働いていた友達はある時歯が痛くなり、治療のため都内の歯医者さんに行きました。名前を呼ばれて、診察台へ座り、先生がやってきてウィーンと椅子を倒したところで、もしかして〇〇さん
と旧姓で名前を呼ばれました。その時は彼女は結婚していて名字は変わっていたので、なんで昔の名前を知ってるのと頭の中は疑問でいっぱい、すると覚えてるとマスクを取った先生の顔を見てびっくり。小中高と同じ学校だった同級生の男子だったのです。友達とその先生は、愛媛出身。愛媛。高校まではクラスが一緒になれば話す程度で、めっちゃ仲良しだったわけでもなく、高校卒業以来会ったこともなかったそうです。それがまさか十数年ぶりに東京で虫歯の治療で出会うとは。ただ病院の先生は全くの他人の方がいいですね。治療のため 2,3 回通ったそうですが、その時に虫歯になりかけてる歯がもう一本あるから無料で直しとくねと言われてありがたいやら恥ずかしいやらまだ歯医者さんでよかったから、これが内科や産婦人科だったらと思うと恐ろしい。その後友達は旦那さんの転勤で引っ越しをしてその歯医者さんに行くことはなかったそうなんですが、今でも歯医者に行くとその時のことを思い出すそうです。お二人も忘れられない出会いがあれば教えてください。いやすごいね。なかなか奇跡よね。これはないよ。奇跡だね。こんなことはなかなか。いやまあ確かに歯医者でよかったね。でも内科もまだいいんじゃない？いやでも、多分内科産婦人科の先生だったら、多分気づいても言わないと思うんだよね。それそうかもね。まあ歯医者だからギリ、いやわかんない。こっちが気づいたら最悪だよね。確かに。うわこいつ知ってる顔だわみたいな。こいつなんかある？俺ないこういうこと。俺1個あんだよね。1個あるんだ。何？いやまあ全然さ、このなおさんの友達ぐらいの奇跡ではないんだけど、小学校1年生から6年生までずっと同じ子が好きだったの俺。でこれどっかで話したことあるかな？いや俺今初めて聞いてるよその。でなんか流れは。で当時だから携帯もないから、でその子は別の中学校お受験して行っちゃって、でまあそっからずっと会うことはなかった、20歳まで、で20歳の時に大学で別に行かなくてもいい授業っていうのがあって、なるほど。まあそのテストだけ頑張ればいいみたいな、でもなんかたまたま時間が余ってやることなさすぎて、行ったの、それに。だから後ろからツンツンってされて、陽介って言われて、みたいな、思考が停止するわけ。誰だみたいなね、なるよね。たら覚えてる〇〇だよ。たらペーンってってで顔もそこでっと思い出して、そうあったの。そういうのね。なんかその甘酸っぱいなんかないの？いやで後日談なんかとりあえずなんかどっか経由で連絡先をゲットしたの。その時聞けなくてびっくりしすぎて、で同じ大学なんだってことはまだ福岡にはいるんだみたいななったから、でそれで何かを返して連絡先をゲットして、でその後はまあご想像にお任せだよね。猿だったってこと？いや違うね。違った猿ではなかった。まあでもなんかね、もう LINE 消えちゃう子とかいるじゃんたまに。まあ変えたりしてね。そういうタイプの子だったの。だからそっから一切もう連絡なしで、もうだからもう1週間ぐらいだよ。酸っぱいだけが残る思い出ってことだね。甘くはなかった。でいつかな加入してさスパイアに、初めてジャストライクディスあったじゃん。あったね。あれ終わった後に俺久留米に帰ったの。でまあ普通に空港から電車で実家帰ってる時に電車降りてロータリーの方にバーって行ったらその子またいて、今度こそ話しかけようと思ったらこわもての男が出てきた。これはいかんな。やっぱりね酸っぱいだけで終わったね。酸っぱい思い出で終わったねこれね。そういうのは人生そういうもんだよね。それで感じたね。人生ってうまくいかない。いいじゃないですか。まあでもねすごい奇跡があったもんですね。いやこれはすごいね。すごいこれはすごいわ。なおさんもね虫歯にならないように歯磨き頑張ってください。また別の友達に会うかもだからね。そうだね。
はい、ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください、はい、皆さんから友達から聞いた話お待ちしております、それでは今日はラジオネームなおさんの話に感化された陽介くんの話からこちらを選曲しました宇多田ヒカルでファーストラブスパイエアのマサラカ。お送りした曲は宇多田ヒカルでファーストラブでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もたくさんお悩みが届いています。はい、ラジオネームラザニアさん。はい、ありがとうございます。陽介さん、ケンチさん、こんばんは。こんばんは。最近の私の悩みは体力不足です、かなり前に学校でシャトルランがあったのですが、私は40回ほどしか走れず、先生にそれじゃあおばあちゃんだよと笑われてしまいました、それを今も気にしています、私は文化部なので、部活で運動することもなく運動習慣が全くありません、そこで体力づくりのための運動をしたいと思い走ったり縄跳びをしたりしたのですが、結局なかなか続けられませんでした、運動を習慣化するコツや考え方ってありませんか？ちなみにね、ご年齢が12から14なので、まあ中学生かな。でシャトルラン40本ってすごくね？すっげえよ。すごくね？すごい。普通にすごい。俺今多分20回ぐらい。いや20いく？20はいけると思う。20だよ。20はいけると思う。シャトルランって何メートル？20メートル。20メートルでやるの？20メートルだったらいけそうだな。そう俺さ、このいやもう話全然ずれるんだけど、ラザニアさんぐらいの年齢の時俺バスケやってたんだけど、ランの練習、死ぬほど辛いわけ、その体育館でやるそのランって、それやりすぎてて、太ももの前フロント部分、筋肉が裂ける音がしたもん俺で。どういう音？本当にね、ベリベリベリって音がする踏み込んだ瞬間に踏み込んだ足の太ももがベリベリベリって音すんのでそのまま力入んなくて倒れて、肉離れだ、筋断裂だね、肉離れっていうか、でその伸びないテーピングをもうギュうギュうに巻くのね、太ももに。そうすると、そうしないとこう要は肉離れがその治りにくいから、で病院行ってそれやってもらって、でこれでもうなんか中毒だから、部活中毒だからさ、もう1日でも休むと下手になってしまうみたいな強迫観念があるから、先生に休めって言われてるのに、いやぎゅうぎゅうに巻いてきてもらったんで、自分やれますみたいな本当かみたいな、あれ結構すごかったぞみたいな、こけ方が、いやいけますみたいな。で痛くないのよ、この締めてると。いや筋肉が離れないから、そう俺いけんなと思って、俺強っと思ってさ、で用意スタートってパンって先生が叩いた瞬間に踏み込んだら、若いからさ、その膨張率がすごいじゃん、筋肉の、それで全部テーピング切れてビリビリビリって、でまた同じこけ方するっていうお前ダメじゃねえかっつって、お前やめろ病院行ってこいみたいなっていうのあったね。なるほどね。当時、で今の足を見ると、細いと思って、筋肉はどこ行ってしまったんだみたいな。確かになんか細くなるよね、足って。いや足はねやっぱり筋肉が大きいから、すぐずっとやっぱ使ってないと細くなってくんだよね。確かになんか、俺も感じるもん。そうでサッカーもさ、意外とさ、有酸素も多いけど要はストップエンドランも多いじゃん、ある。だからめっちゃ無酸素運動なわけよ、結構要所要所でボールも蹴るしね。そうするとね足って太くなるのやっぱ、めっちゃ太かった。だから結構ねコンプレックスだったもん、足太いのでしょ。そうでもあれねコンプレックスって思わない方が、今の若い女の子とかもそうだけど、いやそう思う、本当にさ、もうね年食や細くなるから足なんか。そうやっぱね運動はした方がいいね。運動はね、した方がいい。だからラザニアさんは一回俺と一緒のトレーニングしましょう。ヒートトレーニングの走るバージョン、20秒全力で走って、20秒休むっていうのを5セットやってみてください。最初は2セットくらいにじゃん。2セットかな、2セットってすぐ終わるよ。いやそのぐらいじゃない、それで嫌になって、それでさ、ちょっと汗かいていいかも、まあ確かにぐらいから始めた方がいいかも。5セットってさ、普段運動習慣ない人からしたらだいぶきついよ。だいぶきついか、じゃあ2セットから始めて5セットを目指す、まずそうできるようになるの、それいいかもね。でいいと、じゃあそれから始めよう。だから20秒じゃなくてさ、だから
30秒とかで、2030とかでもいいかもね。で2セットっていいかも、1020とかね、うん、10走って20休むとかね。怪我だけしない、怪我だけいきなり走るとマジでブチーンっていくからね。ストレッチをねしてちゃんとそうぜひやってみてください、もう一件来ております、ラジオネームプピオさん。陽介さん健太さんこんばんは。私の父の話です、父が切ったきゅうりを冷やすのにラップをかけずに冷蔵庫に入れてしまいますこの後すぐにご飯に出すからとのことですが、たかがラップ1枚、きゅうりの浅漬けの海に他の食材をドボンした時の虚しさと怒りを食らうのは他でもない家族です、昨日も母に怒られていました、どうしたらやめさせられますか？お悩み相談よろしくお願いいたしますいやこれはね深刻だよ、すごい深刻。そう深刻だよ。だってさ、お父さんが切ったきゅうりってことは、なんか浅漬けの素とかをこう浸して、そうそうだタッパーじゃないの、お皿か、この丼的な、お皿にきゅうり入れて浅漬けの素とか入れてタップタップになってるものをラップかけずに一番下の要は冷蔵庫の棚に置くわけでしょ、じゃあその上にお母さんが作ったまあサラダでもいいですよ、何でもいいです、冷やしとかなきゃいけないもの、豚しゃぶサラダでもいいです、入れときました、でご飯だ、上の棚からサラダ出そうとした時に入ってた、トマトが1個コロンと落ちちゃいました、浅漬けの中にドボンします、もうカッチーンってくるよね。お前またラップかけてないのかよっつって、いやいいよ1回ならいいよ、初めてだったら、しょうがないねってなるけど、これ1年続いたらそれはもうね、おいこらってなるよね。でもちょっと酸っぱくなって美味しそうじゃない。うるさいよってなるよねじゃあお前が食べろよってなるよねだ落ちたもん全部お父さんに出せばいいんじゃない？それでいいじゃん。そうそれでいい。でもうそれでも治んないんだったら一回、白いご飯を浅漬けにつけてこうなるんだよってこうしないでくれるって全部じゃあこれからラップしなかった時は全部これで出すからねって子供だでいいと思う。いやでも俺ねあると思うの。俺キッチンに入ってるからずっと、料理をするからめちゃくちゃわかるんだけど、なんか多分さ夫婦間でもあるじゃんきっと、ここの場所はこの人のがやってるとか、ありそうだね、やっぱこう料理をするのはメインがどっちとか、洗濯はメインどっちとか、掃除機はメインどっちみたいな多分あると思うんだよ、それは共同生活をする上で、そのメインで持ってる場所のことはそのメインの人に従うべきだと思うわけ俺は、だから友達とかが来た時に勝手に何かジュースとか、飲み物出されて違う場所に置かれると俺嫌だもん。本当。いいよとは言ってるけど、いやあれ使ったものを戻すって習わなかったっけ小学校の頃っていう気持ちになる、で俺包丁とかさすごい持ってるわけ、でさ母親とか来た時にさ、この前、笑ったんだけど包丁何本あるんだっけな12345だ8本ぐらいあるの、包丁が、でそれ全部違うじゃない。刺身包丁とかパン切り包丁とか、出刃包丁とか、でにしても8は多いね、いろいろね、だそれピティナイフとかも入ってるよちっちゃいさやつとかで南徳包丁みたいなさいろんなものに使える、まあ基本メインそれなんだけど、そのメインで使ってるやつは要は台所の後ろ側、背を向けたところにもうね4本ぐらいが入ってるわけ、包丁刺しに、そっから取って使うんだけど、母親知らなくてそれを、でそのシンクの扉のところに特殊包丁が入ってるわけ。刺身包丁とか出刃包丁とかパン切り包丁って、で何を考えたのか、なんかなんていうの、母親が来て、で泊まってて、で俺仕事かなんかで、で帰ってって、いやなんか切ってんなって思って、何してんだろうなと思ったらキャベツを切ってたわけ、でキャベツ切ってんなみたいな。でなんか飯を多分作ってくれてたのかなその時、ありがとうとか言って、これさめっちゃ切りにくいんだけどみたいな、ですんごい音がしてんの、ドンドンドンって鈍い音がしてて、何と思ってパッて見たらさ出刃包丁で切ってるわけもうぶっといクソ重い包丁でいや待てと。でなんならうちの親父は魚を釣ってきて、それをさばくとかをやってて、で母親も知ってるわけだね。そう出刃包丁を知ってるわけボケてる本当だよボケてるってなってそれ出刃包丁だよみたいな
後ろのあれが分かんなかったんそう分かんなくて探したらこれしかなかったからいやせめて刺身包丁じゃねっつって出刃包丁で行くそれみたいな何の話してたっけ今なんかすごい変な怒りが込み上げてきたわ。いやだから、あそうお父さんね、だからあれだよね、ラップをさせないとだしないんだったらだから浅漬けに米つけて出してやりゃいいんだってそんなのそれどうする、やり返しとかされたやり返しとかしてくるようなお父さんなのかもしんないよ、ふざけてやられたらやり返すっつって。じゃあ何をやり返せるかだよね逆にあなたはメインでどこかやってるやり返しのできる場所あるんですかってはいはいはいっていうことだよね。いいんでお仕事を頑張ってるのは分かるよのお父さんが、お母さんも頑張ってる、それは分かる、ただメインを持ってるところはメインの人に従うべき、それは、いいよだお父さんがもし掃除、担当なんだったら、お父さんの言う掃除のことには絶対に口出ししちゃいけないし、置いてある場所に掃除機は戻すべき、って思う俺は。でこれラジオ聞かせてあげてお父さんに。俺はそう思うかなあ、かなそうなのかな。いや嫌でしょみんな。俺はもう、めんどくさいけど、治るまで言う。1年間いや治るまで冷蔵庫に例えば入れさせないとか。腐っちゃうじゃん。いやもうその場でじゃあでも自分の食べる浅漬けだよそれ。ラップかけないなら、冷蔵庫入れちゃダメだからって。で浅漬け作んなかったらいいじゃん。もうきゅうり切らせなきゃいいんだよ。てか浅漬けってさ、密封した方がうまくね。そういうことじゃないのよ。お父さんめんどくさいからラップするの。じゃあお父さんも料理やめたら、ほらそうなるじゃんそうなるじゃん結果そうなっちゃうじゃん、そうでも多分お父さんは自分も食べたいけど家族にもどうぞっていう気持ちもあると思うの、でもそのなんか変な優しさいらんじゃん、もうラップかけてくれない方がイラッとするからやっぱり。まあね、それは、でその中にさ醤油とか落としちゃったりしたらさ、醤油の瓶洗うのお母さんでしょ、でも二度手間やんこれってなっちゃうじゃんやっぱり、怒られて治ってないから、だからご飯を浅漬けにつけて出せばいいのもうこれでラップしなかった時はこれで出しますっていうやっぱりでもラップしてくれたら別に普通に出しますよって。そうまあ嫌がらせじゃないんで多分だけどもうキュウリ切んなくなる多分癖だと思う。癖だな、もうこれしょうがないかもしれんやってみてくださいご飯を浅漬けにつけます頑張ってくれ、これをもうということで、番組では皆さんからのお悩みも募集しております、小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、キーワードを送ってみてください。お願いします。お悩みお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアで Just Like This 2024より Feel So Good です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、この曲乗っかってるっていうことはってことですね。そうです。もうすぐ Just Like This です。ね。そして一般発売がスタートなのかな。日付変わって9月7日、10時から一般発売スタートします。よろしくお願いします。そして、今聴いているこの Just Like This 2024の音源が配信しています。配信今しましたね。ね、多分ねこう車とかで来る人もいると思うだろうから、ぜひなんか23年のやつとかね、24年のやつ配信されるので、なんかそれ聞きながら、来てほしいなと思います。お願いします。日程は9月27日土曜28日日曜の、2days です。会場は山梨県河口湖ステラシアターです。Day1、Day2 ともに異なるテーマで、異なるセットリストでお届けします。そして会場限定シングルの Bring the Beat Back も発売しますので、こちらもぜひチェックしてみてください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字で、バサラカ@fm 福岡 .jp BASARAKA @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。
そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にもどんどんお勧めしてください。はい、ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。